皆さんこんにちは、おたたびです。今回は福島県にあるひなびたレトロな温泉地に宿泊したいと思います。周辺には有名な観光地がたくさんあって、その中でひっそりと佇む温泉地です。場所は福島県の会津地方に位置する下郷町。大川渓谷沿いに佇むレトロで小さな温泉地、湯の神温泉を目指します。道中の観光地を巡りながら向かいます。はい、あともうちょっとで到着します。はい、あと2分で到着します。残り1キロですね。はい、こちらですね。よいしょ。こんなことになってる。はい、到着しました。こちらはですね、前沢曲屋集落っていうね、集落になります。前沢という地名は集落の前に立岩川が流れていたことに由来していると言われています。当初はですね、集落はこの川の近くにあったそうなんですけど、現在はですね、この川の向こう側に移ってます。江戸時代から明治時代にかけて形成された伝統的な集落で、1907年に集落が全戸消失するという大火にあったそうなんですけど、一斉に再建されて統一的な景観が生まれたそうです。曲がり屋の意味なんですけど、人が生活するもやと馬屋が一体となった L 字型の民家です。前沢集落の曲がり屋は注文作りというそうで、秋田県や山形県、新潟県、福島県、会津地方の雪国で見られる景色です。それではね、散策したいと思います。橋を渡って100メートルぐらい進んできました。で、まず左手に見えるのが、こちらが集会所ですね。前沢集会所。こんな感じでですね、明治時代からの建物が今に残っています。こちらは蔵でしょうか。屋根と建物に隙間ができてるんで、中は風通しがいいようになってるんですかね。はい。こんな感じで L 字の形をした作りになっています。馬屋沿いにもやへの通路を設けて、妻側に出入り口を持つのが特徴です。こちらには鐘があります。災害時に鳴らすための鐘みたいですね。馬が飼われていた理由なんですけど、田畑を耕したり、肥料や収穫物を運んだり、生活物資などの運搬にも欠かせない存在で、人の力だけでは難しい作業を馬が支えていました。冬は外での作業が困難になるので、曲がり屋で人と馬が同じ屋根の下に暮らすことで、毎日の世話や作業を効率よく行うことができていました。なので、馬は単なる家畜ではなくて、一家の生活を支える大切な働き手として扱われていたそうです。
建物の中を見学できる資料館があるんですけど、残念ながらね、冬季は閉鎖しています。立派なのはね、すごく立派なんですけど、馬と生活するにはそこまでね、大きい建物ではありません。入ってすぐにトイレがあって、で、その向こうがですね、馬屋になっているんだと思います。はい、一応観光地ではあるんですけど、あまり中にね入り込むのも住人の方の迷惑になるんで、この辺りにしておきます。こちらの集落を少し見て回りましたけども、やっぱりね、夏に来る方がいいですね。かやぶき屋根の建物はですね、こういう冬景色もすごく綺麗なんですけど、夏の方がね、より風情を感じられると思います。あと、集落のこの左側にはですね、古民家カフェとかあるんで、そちらでね、軽食を楽しんだりできますんで、だいぶ日が昇ってきました。はい、それではね、次の目的地に向かいます。この周辺はですね、温泉もたくさんあるんで、もしよかったらね、訪れてみてください。300円ぐらいで入れる温泉とか、本当にね、たくさんあります。前から気になってた場所があるんで、そちらに向かいます。で、そこはですね、今の集落からだいたい1時間10分ぐらいかかります。山がね、真っ白になってきました。結構ね、雪深い地域に入ったんですかね。はい、もう間もなく到着です。あ、こちらですね。これか。駐車場。あ、でも向こうにも駐車場がありそうですね。行けるとこまで行ってみます。はい、こちらですね。あ、はい、到着です。はい、到着しました。こちらはですね、天然の炭酸水がね、湧いてるっていうことで来てみました。炭酸が湧いてるってすごいですよね。で、この先にですね、その炭酸水をね、汲むことができます。はい、こちらですね。こちらに炭酸水がね、湧いているみたいです。あ、なんか井戸のようになってますね。で、こちら、正面にもですね、すぐ飲めるような感じになってます。注意。危険ですので、炭酸井戸には絶対に入らないでください。炭酸井戸の中は酸素濃度が低く危険です。汲み上げの際には注意してくださいと書いてます。よっ。うわ、すっご。炭酸水がボコボコ湧いてます。すごくクリアな水ですね。泡が出るっていうような、炭酸ではなくて、ほとんど炭酸が抜けてしまったような炭酸です。こちらの炭酸水で炊いたお米はめちゃくちゃ美味しいらしいです。どちらもね、
飲み比べたんですけど、そんなに違いはなくて、こっちの方がね、酸味が強く感じました。で、ペットボトルはね、こっちでは入れにくいんで、こっちで組みたいと思います。この近くにこの炭酸成分を含んだ、温泉に入れるみたいです。こう手をつけると、シュワシュワしてますね。確か大分県にも、ラムネ温泉っていうね、炭酸水の温泉があったと思うんで、そちらに似たような感じなんですかね。この見た感じはですね、ちょっと、黄土色というか濁った感じの温泉です。来てみたかったんで来れてよかったです。なんかね、天然水とかの由来が書かれています。この炭酸水について別に詳しくないんで、もし興味がある人はね、一時停止して読んでみてください。はい。で、さっき汲んできたすぐそばにですね、こちら、工場があります。で、この工場の自販機で炭酸を買うこともできるみたいです。こちらですね。さっき汲んできた炭酸水と同じ炭酸が売ってるんですかね。で、こちらの扉の向こうはですね、歴史館って書いてるんですけど、この工場を改装に伴いまして閉館とさせていただきました。ということは、もうこちらの歴史館を見学することはできないみたいです。こちらの炭酸水を買おうと思ったんですけど、全部ね、売り切れでした。こちらの自動販売機の販売時間がですね、9時から17時までです。で、今日は日曜日なんで買えないみたいです。これは残念ですね。このために1時間以上走ってきたのに。もしね、皆さん行かれるときは、土日祝以外の曜日に来ると買うことができます。炭酸水を直接ね、汲むことができたんで、よしとします。はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地は、ここから15キロ、約19分で到着するみたいです。はい、あと3分で到着します。よし。こちらはですね、ビュースポットになります。滑る。めっちゃ綺麗です。はい。この目の前に見える集落がですね、大志集落というね、集落で、こっから見る景色がですね、スイスのような景色だと言われています。クレーンがあってちょっと残念ではあるんですけど、はい、こんな感じのね、景色が広がってます。波もなかったらね、雪山が反射してもっと綺麗だったんですけど、今日はね、少し風もあって、で、ここにクレーンもあるんでね、若干景色はあまり良くはないんですけど、それでも、綺麗な場所です。そ
それではね、すぐそこに道の駅があるんで、そちらに寄りたいと思います。拳館っていうのは、お食事どころね。こちらですね。よいしょ。はい、到着しました。こちらはですね、奥会津金山というね、道の駅になります。向こうにもですね、水力館っていうね、建物があります。こちらはね、近隣のね、観光地になるんですけど、観光スポットがたくさんありますね。この左側が、売店とかね、食堂があるみたいです。こんな感じでね、写真が撮れるみたいです。すごいな。さっきのね、景色のジオラマがあります。わあ、すげえ。これ欲しいですね。本当や。さっき買えなかった炭酸が、しかも30円も安く売ってます。これ買います。よかった。土日とかに行かれる方はね、道の駅で売ってます。6本売りも売ってますね。1020円で。炭酸水で作ったミストとかもね、売ってます。これ買います。入浴剤ですね。品数も多いね、ここの道の駅。ソースカツ丼とかそばですね。こっちが1200円で、200円プラスで台になるんやったらいいけど、食べれるかな。うわ、すごっ。かやぶきの建物があります。よいしょ。そばとね、丼が来ました。大盛りしたんですけど、めっちゃ大きいです。いや、でもこの寒い中、あったかいお蕎麦食べるの最高ですね。で、目の前はこんな感じの雪景色です。美味しい。美味しい。こっちの方だしが美味しいよね。そう、美味しい。カツ丼もいただきます。熱々、美味しい。結構味が濃いめですね。自分は好きですけど。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ただ並盛りで十分だったと思います。はい、それでは温泉街の方に向かいます。今日泊まる温泉街の方はですね、ここから、66キロ、1時間20分もかかるみたいです。はい、じゃあね、のんびり向かいたいと思います。白銀世界やな。すごいね。真っ白。お昼の12時ですけど、マイナス2度しかありません。だいぶ街の方まで出てきました。あとね、25分で到着します。はい、温泉街まであと10分のところまで来たんですけど、もうほとんど雪がなくなりましたね。ここを右に曲がるとですね、有名な観光スポット、塔のへつりがあります。はい、もうちょっとですね。ちょっと温泉街っぽくなってきました。めっちゃレトロやな。なんか
旅館系が結構あるっていう。そうそう、旅館がね、結構多いみたいで。ただ、この辺はちょっとやってるのかわからんね。微妙な感じ。はい、こちらを右ですね。はい、到着です。こちらは湯の神温泉駅になります。湯の神温泉の発見は奈良時代とか江戸時代とか諸説あります。かつてこの地域を通っていた下野街道、現在の会津西街道は会津若松と日光を結ぶ重要な交通路で、旅人や行商人たちが湯の神温泉で疲れを癒していました。湯の神に温泉宿が出現するのは明治20年代頃で、その頃から地元の人々だけでなく多くの観光客にも親しまれるようになりました。特に印象的なのがこちらの湯の神温泉駅です。駅自体は昭和7年に湯の神駅として開業し、1987年に現在の湯の神温泉駅という名称になっています。かやぶき屋根の駅舎は非常に珍しくて、温泉地そのものを象徴する存在となっています。大川渓谷沿いにあるんで、渓谷の美しい景色と昔ながらの静かな温泉街の雰囲気を楽しめます。日本の原風景と温泉文化を感じられる場所として国内外から注目される温泉地です。で、この駅の横にはですね、足湯があるんですけど、お客さんがたくさんいて映せません。こんなこともあろうと、昨日の夕方に撮影しておきました。これ、今年初めてのおみくじ。中吉、恋愛、髪の毛、岩具とモテる、旅行、浴衣がツンツル店。どういう意味やろうな。こちらに結んでおきます。はい、結んでおきました。かなり小さな温泉地なんですけど、20軒以上の温泉宿があるそうです。この、湯の神温泉駅周辺の街並みは、こんな感じでひなびたレトロな温泉街になってます。で、今日はね、日曜日なんですけど、歓楽街っていうのはないので、人はね、まばらな感じです。うわ、すごっ。すごい高さの渓谷です。この下はね、100メートルぐらい高さがあります。露天風呂入浴できます。貸し切りも OK。
この渓谷沿いに露天風呂があるんですね。これを下に下っていくと、露天風呂があるようです。湯の上温泉駅周辺はあまり宿も少ないような感じですね。で、もうそこで、温泉街は終わりなんですけど、まだ、向こう側にもですね、旅館街というか、宿泊施設が立ち並んでるエリアもあるみたいなんで、ちょっと歩いて行ってみたいと思います。ここからね、少しだけ道路沿いを歩きます。結構歩きますね。多分さっきの駅から、15分ぐらい歩くと思います。車だったらね、ほんと3分ぐらいで行けると思います。ここからずっとね、寒波が続くんで、マイナス8度から10度ぐらいが最低気温になります。で、最高気温もですね、氷点下を下回るような最高気温だったり、本当にね、寒い地域になります。こっちをね、まっすぐ行くと宿が立ち並んでるそうなんですけど、先にね、今日泊まる宿を見てみたいと思います。この渓谷沿いにあるみたいです。あちらの断崖絶壁に佇んでる建物が、今日泊まるお宿になります。露天風呂があるんですけど、丸見えですね。誰も入ってらっしゃらないですけど、この橋の上から露天風呂が丸見えです。どんな宿なのかすごく楽しみです。はい、それではね、旅館街の方を見に行きたいと思います。歩いて行けなかった温泉街の方に行きたいと思います。この辺りですね。これさっき通ってきたとこやね。車で入ってはいけるのかな。いけるか。なるほど。かなりレトロなんですけど、駐車場がなさそうですね。こんな感じの温泉街ですね。歓楽街っていうのはなくて、温泉施設がたくさん立ち並んでます。一回端っこまで行ってみます。やはり駐車場はないですね。民家とか宿泊施設が並んでるだけなんで、日帰り入浴とかないんですかね。どうなんでしょう。ここの温泉地専用の駐車場はなさそうなんで、それではもう今日泊まる宿の方に向かいます。はい、こちら右ですね。こちらですね。はい、到着しました。今日宿泊する宿はこちらの東龍館という、お宿になります。客室数は12室のみで、すべてが和の趣がある作りと離れのような独立感があります。全室に内風呂か露天風呂付きで、好きな時間に好きなだけ温泉を楽しめる贅沢な温泉宿です。館内のすべての温泉が源泉かけ流しで、循環や加水なしの本物の湯を楽しめます。夕食朝食ともに地元会津や全国の旬の食材を使った懐石料理スタイルで、地酒が楽しめるのも魅力の一つだそうです。実際に宿泊してみないとわかりませんので、とりあえずチェックインしたいと思います。入浴のみのご利用はご遠慮させていただいております。日帰り入浴やってないですね。
ですね。いや、めっちゃおしゃれです。はい。で、こちら左側が、フロントですね。で、ロビーは、こんな感じで、すごくね、おしゃれな空間となってます。はい。で、こちらの窓の向こうはですね、渓谷を眺めることができます。こちらにもくつろげるスペースがあるんですけど、めっちゃおしゃれですね。こちら右手にはですね、お土産が販売してます。なんといっても真正面にあるこの月がね、自分のお気に入りポイントです。この月があるかないかだけで、ここの雰囲気がガラッと変わると思います。はい、こちらが館内の案内図ですね。玄関入ってこのフロントの階がですね、最上階になります。なのでこちら1階がですね、最上階になります。花の館があって、で、地下1階の鳥の館、地下2階の風の館、地下3階の月の館という風なね、1階から地下3階までの4階建てになります。渓谷沿いに建てられた旅館なんで、こういう変わった館内となってます。で、大浴場はですね、地下3階になるみたいです。あと、貸し切り風呂もね、地下3階にあって、おそらくこちらはもう特別室ですね。めっちゃ広いです。地下1階はですね、なんかクラブがありますけど、現在は喫煙所になってるみたいです。地下2階はですね、お食事処があって、あとすべて客室になります。地下2階の風の館にある、204の吉風というね、お部屋に宿泊します。それでは部屋の方に行きたいと思います。はい、こちらのエレベーターを使っております。エレベーター降りてすぐ右手がこちら、食事会場です。はい。で、こちらですね。いや、すごく広いですね。はい。今回宿泊するのはこちら204の吉風というお部屋になります。それでは早速見てみたいと思います。はい。今玄関はこんな感じですね。すごく広くて、こんな感じでですね、清潔感があります。入った瞬間に畳のいい香りがします。で、すぐこちら左手なんですけど、もうここに冷蔵庫があります。冷蔵庫があるんですけど、すごい。ビールとか、あと日本酒がありますね。お宿のオリジナルのお酒なんでしょうか。ちょっとわかりませんけど、こういう濁り酒ですね。濁り酒とか、テフっていうんですかね。こちらも、地酒になるんでしょうか。ちょっとお酒には詳しくないんですけど、こういう日本酒であったりとか、あとこちらですね、末広。こちらも日本酒ですね。会津若松で作ってるんですかね。はい。こちらも地酒みたいです。で、こちらがね、お酒のお値段なんですけど、そんなに高くないですね。お酒飲まないんでちょっと値段の感覚がわからないんですけど、1000円、1500円というね、お値段になってます。で、これ将棋ですかね。すごい。こんなとこに、将棋が置いてあります。もしね、妻が将棋できそうなら、後で勝負してみたいと思います。玄関側から入って、左手ですね。左側がですね、まずこの奥に、洗面台があります。で、扉が2つあるんですけど、和と洋とね、分かれてるみたいです。こういうタイプは初めてですね。
で、左側が、洋式のトイレですね。で、右側が、こんな感じで、和式のトイレになってます。どっちもあるっていうのは珍しいですね。で、すぐこちらはですね、お風呂なんですけど、先にこの右側にある、お部屋を見てみたいと思います。いや、めっちゃ広いです。お部屋はこんな感じで、8畳の和室が、2部屋あります。仕切りはね、特にないんで、すごく開放感があります。いや、本当に広いです。こんな感じですね。はい。で、こちら側には、テレビとか、あと下に暖房器具、味のある額が飾ってあります。すごくお茶の匂いがするなと思ったんですけど、こちらに、茶葉のお香がありました。いや、すごいいい香りがしてます。すぐ右側にもですね、ヒーターがあって、で、こちらは化粧台ですかね。はい。はい。こんな感じのですね、化粧台があります。で、この化粧台の真後ろにクローゼットがあります。はい。ちょっとかけさせてもらってるんですけど、この下に浴衣や、あと旅があります。クローゼットの下が、よいしょ。金庫ですね。はい。金庫があって、で、隣の部屋は寝室ですね。寝室はこんな感じです。はい。で、寝室の横にもですね、ごめんなさい、ちょっともう荷物を置いちゃってるんですけど、テーブルと、椅子があります。これもしかして景色が眺めれるとか、そんなやつですかね。外は景色が眺めれるようになってました。残念ながらね、こちらの扉は開けれないようにビニールテープがされています。目の前には橋と、あと渓谷が見えますね。向こうの部屋から見えちゃうんで閉めました。ということはですね、このベッドの前にあるこちらの障子も開けると渓谷があるっていうことですね。迫力がすごい。こっちは開けれます。うわ、すごっ。うわー、いやー、これはすごい。いや、伝わりますかね。すぐそこは道路で、この右側に橋があるんですけど、この橋の下がですね、こんな感じの渓谷になってます。絶景宿だったんですね。はい。で、こちらのベッドの横にはですね、ポットとか、あと急須などがあります。で、次はこちらのお風呂ですね。はい。まずこちら入ってすぐに洗面所があります。こちらには床籠ですね。すごい、床籠もコンパクトでおしゃれですね。で、こちらにはね、タオルが2つと、あとアメニティですね。で、こちらは女性用か男性用かよくわかりませんけども、スキンケア、クレンジングオイルとかね、ローションとか置いてあります。で、こちらの扉が内湯になります。おー、これはめっちゃいいですね。こじんまりとした内湯なんですけど、すごくね、味わいがあって雰囲気のある内湯です。こちらの内湯もですね、もちろん源泉 100% かけ流しの温泉になります。
暑かったら加水することもできます。せっかくなんでね、加水せずにこちらの源泉を楽しみたいと思います。ちなみにこちらのお部屋は一番お安いお部屋になります。こちらはですね、地酒が楽しめるって書いてたんですけど、いや本当にね、たくさんの種類のお酒があります。これお酒好きな方にはたまらないですね。あ、まだあります。どういうタイプかっていう風にね、わかりやすく書いてくれてるのもあります。あとは地酒以外にもこういうシャンパンとかもありますね。まだあります。すごい。ウイスキーとか焼酎、果実酒とかね、本当にね、いろいろありますね。で、こちらにはですね、電車で来る方用にですね、駅の時刻表もあります。貸し切り風呂がね、2つあります。で、いずれも、露天風呂になるんですけど、残念ながらこちらは撮影許可をいただくことはできませんでした。夕食まで時間があるんで、こちらのお部屋の内湯に入りたいと思います。それでは入ります。よいしょ。ちょうどいい温度ですね。こちらのお湯はですね、無色透明でほのかに温泉の香りがします。ただこの浴槽がですね、気のいい香りがしてます。泉質の方がですね、弱アルカリ性単純温泉で pH 値は約 8.7 となっています。肌への刺激が少ない優しい泉質で、美肌効果や疲労回復などの効能が期待される美人の湯です。まだ時間あるんで、大浴場と貸し切り露天風呂の方も入りに行きたいと思います。はい、こちらが地下3階ですね。で、こちら地下3階はですね、大浴場で露天風呂で、客室が2つあるんですけど、おそらく、特別室だと思います。はい。もうこちら大浴場ですね。男湯と、で、こちら、女湯があります。で、こちらは中庭を眺めることができますね。はい、こんな感じのスペースとなってます。で、こちらがね、貸し切りの露天風呂ですね。お風呂の中は撮影できないんですけど、手前までね、見てみたいと思います。三日月と千月っていうね、2つの貸し切り風呂があります。こっちの貸し切り風呂に入りたいと思います。じゃあね、ここからは撮影できないんで楽しんでいきたいと思います。入浴してきました。もうすぐ目の前は露天風呂なんですけど、映せないのが本当に残念です。まずね、絶景です。結構丸見えなんですけど、雰囲気のある露天風呂で、竜の口から源泉が出てて、すごくね、かっこいい露天風呂でした。温度の方もですね、結構ぬるめで40度ぐらいなんですかね。永遠と浸かれるお湯でした。いや、これをね、お見せできないのが本当に残念です。じゃあね、このまま大浴場も入っていきたいと思います。それでは入っていきたいと思います。はい、貸し切り風呂と大浴場の方入ってきました。こちらのホームページなんですけど、
男湯の方ですね、満月というね、大浴場になるんですけど、大きな大浴場で、渓谷をね、眺めることができます。女湯の方がですね、浴槽の前は大きなガラス張りになってて、絶景ですね。半露天風呂もあるみたいです。ここの、旅館に関しては、女湯の方が絶景を楽しみながら入浴できるのかなと思います。はい、それではね、夕食の時間になったんで、夕食会場の方に向かいます。こちらはですね、こんな感じの個室になります。はい、個室なんでね、ゆっくりご飯をいただくことができます。こちらがね、品書きになります。スタンダードのプランなんで、ちょっとメニューは少ないようには感じますけど、どんなんが出てくるのか楽しみです。こちら食前酒ですね。会津地方ではですね、このお酒でね、乾杯するのが風習みたいです。乾杯。はい、ではいただきます。おー、すごいね。うん。胃が燃えてる。こちら京芋の松前煮でございます。器、京芋の白さ、そしてお出汁から出る湯気、まるで雪景色の中の温泉のような情景をイメージしております。昆布だしでしっかり炊いてあります。はい、だしも最後までお楽しみくださいませ。はい、それではいただきます。硬いな。そのままちょっといただきます。熱っ。旅館でこんなに熱々な料理できたの初めてかも。すごくホクホクしてて美味しいですね。味付けはね、すごく薄いんですけど、上品な味ですね。お出汁もいただきます。出汁単体で飲むと結構味しっかりしてるね。美味しい。そばの実を蒸した上にだしでついてる山芋乗っております。わさびも乗ってますので、わさびを散らしてお楽しみくださいませ。こちらそばの実蒸しですね。どんな味するんでしょうね。いただきます。味はそばやね。とろろそば食べてるみたい。美味しいけどちょっと少ないね。引き立ての一番だしをお楽しみいただきたいと思います。かぶ、うぐいすな、そして庄内地方から取り寄せたカニの新庄とともにお楽しみくださいませ。こちら、ワンモノの引き立てというねお料理が来ました。ほんのり柚子の風味がします。で、こちらかぶですね。またもや熱々。かぶって美味しいんやね。漬物のイメージやったけど、味が染み込んでて美味しいです。で、こちらカニの新庄ですね。カニの身がね入ってます。カニ食べてるぐらいカニの風味がします。お出汁がねすごく美味しかったです。お鍋2種類いきます。はい。お作りだと思うんですけども、こちらぶりしゃぶでございます。松前のしゃぶです。こちらが生でも食べれるカンナブリ、大工さんの工具でカンナってありますよね。あれでひいたように薄くしたブリのことでございます。まずは1枚目生でそのままお楽しみいただき、2枚目以降さっとくぐらせて香りを移すようにお楽しみくださいませ。はい。お鍋がね2つ出てきました。まずこちらぶりしゃぶですね。でこちら白子なんですけど、タラの白子ですかね。でこっちは、あんこう鍋になります。はい。こんな感じのあんこう鍋ですね。はい。こちらまずねお刺身でいただきます。程よい油の乗りですごく美味しいです。ちょっとね火通しすぎちゃいました。
美味しい。白子もいい感じになってきました。見た目はね、抵抗あるかもしれないですけど、すごくね、美味しいんですよ。クリーミー。濃厚でクリーミーですね。あんこう鍋がいい感じに煮えてきました。こんな感じでね、アラとか、身の部分もね、しっかり入ってます。あとはね、椎茸とか菊菜で、そばの実ですかね。あとなんかマロニーみたいなやつとかね、ささがきごぼうとかいろいろ入ってます。でこのね、あんこ鍋の後はおじやにしてくれるみたいです。白米かね、おじやか選ぶことができます。いただきます。このだしが美味しいですね。何のだしを使ってるんでしょうか。あんこもいただきます。美味しい。しっかりと下処理してくれてる証拠ですね。あんこに、ね、臭みとかね、癖っていうのは全くないです。プルプルですね。プルプル。豚足みたいな。食感はね、好き嫌いあるかもしれないですけど、本当に味に癖とかはね、全くないです。あんこって本当に捨てるところがないって、くちばし以外捨てるところが。そうそう。海の七つ道具とかなんか言われたりする。ほとんど過食部分で、胃袋とかも全部食べれるし。高級魚なの？高級魚ってほど高級魚でもない。そんなに、価値の高いものではない。おじや用のお米と、で、卵が来たんですけど、お米めちゃくちゃ少ないですね。すごい濃いね。濃厚な卵です。おじやがいい感じになりましたんで、いただきます。完成です。出してお味は、うまい。濃厚ですね。すごくね、出汁が美味しいです。おかずをお楽しみいただきたくいろいろ載せてますが、すごくおしゃれな料理が出てきました。こちらね、この後ろにもですね、かやぶき屋根の器があります。こちらはね、大内宿をいただいてるみたいです。雪がね、少し積もっているような演出もしてくれています。食べるのがもったいないぐらい綺麗な盛り付けなんですけど、いただきます。細かい作業。こちらイクラとか入ってますね。キノコの中にイクラが添えてあります。だしがね、すごく美味しくて、後からね、イクラがそのだしをね、さらにね、引き立てるようないい仕事をしてくれてます。サバの押し寿司になるんでしょうか。しめサバではないですね。これは生サバになりますね。臭みがね、ちょっと強いんで、好き嫌いあるかもしれません。お寿司とかお刺身好きな人はね、抵抗なく食べれると思います。カニですね。これは大根で巻いてあるんでしょうか。いただきます。この巻いてある大根がお酢につけてあるんで、カニの味がしなくてちょっと残念でした。でもね、食感はね、すごく美味しいです。で、最後、こちらですね。かやぶき屋根の大内宿。こちら白子のごま豆腐です。ごま豆腐の中にこう白子をね、混ぜてるのかなと思ったんですけど、白子そのものが入ってました。すごい。クリーミー。ごま豆腐とよく合います。美味しいです。はい、こちら最後のお料理ですね。ほぼ10割そばだそうです。ほぼってどういう意味なんやろうね。すごく弾力があって、で、このね、手打ちなんですかね、この舌触りもすごくいいですね。
はい、こちらデザートになります。水まんじゅう、つくし、出来たてのわらび餅でまだあったかいみたいなんでいただきます。すごいね、プルプル。なんら普通のわらび餅なんですけど、なんかこう出来たてであったかいっていうのがなんかいいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。盛り付けもそうなんですけど、味付けもねすごく良くて美味しかったです。正直なところお品書きを見て一品一品もねすごく量が少なくてですね、足りるか心配してたんですけど、ちょうどいい量でした。ご飯をよく食べる男性は足りないかもしれません。夕食食べてきました。それではね、部屋の内湯に入ってから今日は寝たいと思います。結構暑くなってますね。加水します。ちょうどいい温度の中で入ります。好きな時間に部屋でね宇宙が入れるのはいいですね。で、外の景色はねもう真っ暗で何も見えません。温泉に入って体も温まったんで今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。エアコンで喉がやられました。それではね、お風呂に入りたいと思います。朝から最高です。それではね、朝食の時間になったんで食事会場の方に向かいます。朝食なんですけど、朝一発目からね甘いものが出てきたのは初めてです。おめざっていうみたいですね。牛乳プリンがねお腹に膜が張っていいそうです。で、グレープフルーツはね食欲増進の効果があるみたいなんで、まずね初めにこちらをいただくと美味しくね食べれるみたいです。牛乳プリン美味しい。これがなんか朝ごはんになってちゃうね。飲み切らないと思うのでどんどんはみ出していただいて大丈夫でございます。こちらお味噌汁失礼いたします。朝食は結構ねおかずの種類が多いです。いただきます。納豆に海苔を巻いてで揚げてるんですかね。いや、すごく美味しそうです。美味しいけど味付けは一切してないね。そうだね。うん。マグロも脂乗ってるね。そうやな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。朝食はですね、すごくおかずの種類もですね、多くてお腹いっぱいになりました。どのおかずもね、すごく美味しくて大満足です。温泉も入って朝食も食べてきました。で、今回はこの湯野上温泉の東流館に宿泊しましたが、すごく良かったです。まず料理なんですけど、盛り付けがすごく綺麗で見た目から楽しめます。見た目だけじゃなくてすごく美味しいです。一品一品丁寧に作られているのが伝わってきました。で、宿の方の対応もすごく丁寧なんですけど、硬すぎないというか自然な気遣いをしてくれて居心地が良かったです。温泉宿といえばやっぱり温泉なんですけど、大浴場があって渓谷を眺めながら入れる貸し切りの露天風呂があって、全客室に内湯か露天風呂がついてて、館内すべての温泉が循環や加水を一切してない源泉かけ流しの贅沢な温泉です。
離れのような作りになってて、食事も個室で他の宿泊客とも会うこともないので、ゆっくりしたい人にはすごくおすすめの旅館だと思います。で、こちらのね、気になる料金の方がですね、決してね、お安い温泉旅館ではなく、どっちかといえばね、高級旅館になるのかなと思います。で、今回宿泊したこちらのお部屋なんですけど、一番安いお部屋となります。で、食事の方もですね、スタンダードプランになるんですかね。プラン名はですね、1日2組限定特別価格というね、プランだったんですけど、一番人気のスタンダードプランを特別価格で、泊まれるんですかね。ちょっとよくわからないですけども、はい。で、こちらのプランで54,075円でした。なので、1人当たり約27,000円になります。10畳のお部屋が2つあって、で、トイレもね、和と洋と分かれてて、披露宴があって、客室には 100% 源泉かけ流しの宇宙があるんで、そこまでね、高くはないとは思うんですけども、どうでしょうか。他の客室はですね、さらに広いお部屋だったり、お部屋に露天風呂がね、ついてたりね、もっとね、お値段が高くなるんですけど、このお部屋の値段がね、一番参考になるのかなと思って、安いお部屋にしました。こちらは豪雪地帯になるんですけど、ここね、数日雪が降ってないんで、雪は全くないんですけど、今日の最低気温もマイナス9度で、この先ね、雪が続くみたいなんで、もし行かれる方はね、雪に気をつけてください。駅からは少し離れてますけど、電車で来ることもできます。はい、それではね、チェックアウトしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。